はい、こんにちは。MD ジャックです。皆さんこんにちは、アイです。今回は先日 KZ、DQS と一緒に送られてきた KZ、ZAR のレビューですね。ZAR？ もしかしてあれのシリーズなんですかね。そうみたいだね。1DD プラス 7BA だから ZAX、ZAS の後継に当たりそう。それと最近リリースされた CCA-HM20 との関係も深そうだよね。HM20 よりちょっと高めの設定で1万円前後で販売されてるようだね。楽しみですね。HM20 や今回の ZAR、数は減りましたが、旅 A モデルがリリースされていますね。プレイナードライバーが流行ってはいるけど、旅 A モデルの需要がなくなりはしないだろうからね。旅 A であることの意味がちゃんとあるなら、私もどんどん聞いてみたいよ。そうですね。愛も聞いてみたくなってきました。ZAX や ZAS、そして CCA-HM20 との比較を交えて見ていくよ。外観はシェル部分が ZAS によく似てる。ステム系は ZAS より少し太め、ZAX よりは細め。多くのイヤピに対応しやすそう。フェイスプレートは地味な感じで金属製。真ん中の3つの窓は樹脂製で光を当てると中が透けて見える。CCA-HM20 のようなデザインの新鮮さは感じないかな。装着感は毎度のことながらイヤーフィンの突起が合わない人には厳しそう。ドライバーについてはミミィちゃんよろしく。はい。まず HM20 と比べると BA の構成は同じ。ダイナミックドライバーが違うのね。HM20 は小型なのよ。だから全体も小型化できたのね。7mm くらいしかないみたい。ZAR は多分 10mm だと思う。最近後継について書いてないのよね。デュアルマグネティックなんとか、なんて表現もあまり見なくなったかも。デュアルマグネティックサーキットね。それな。ZAR のダイナミックドライバーは多分 DQS と同じだと思うわ。で、BA の構成は ZAS とも同じ。ノズル内に広域用 BA が配置されてないタイプ。向きとかは多少違うかもだけど、この図の感じね。ZAX とはドライバーの種類も配置も違うわね。だから ZA シリーズだけど ZAS の後継だと思うわ。音質的にもね。あとはよろしくね。はい、任せといて。HM20 との違いで気づいたのは音量差ですね。ZAR の方が音量が取りやすいので、聞き比べるとき気をつけないと、HM20 は迫力ないなーなんて思っちゃう。音量差をなくして比べても、大きな違いはあまり感じず、ここは後で波形を見ながら説明します。では音を聞いてみましょう。CCA-HM20 との比較です。ニアピワタンチジム TAPB とレベルを、ケーブルは ZAR 付属ケーブルで収録しました。ではどうぞ、音量上がります。サウンドチェック。愛は HM20 の広域の方がちょっと暗めに感じました。皆さんはどうでしたか？ニアピ比較は今回も5種類に絞りました。あまりにもカーブが重なるので2つのグラフを用意しました。左のグラフは3種がほぼ重なっていて、実際の装着では軸の長さと装着感の違いから来る音質変化はあるのでしょうけど、非常に似た特性ですね。右のグラフはファイナル E がいつも通り個性的で、スピンフィット W1 がややファイナル E に近い傾向に見えます。W1 とファイナル E は DQS で測定した時にはもう少し近い感じでした。いろいろ波形比較。まずはシングル波形から。低域の強さは見ての通りで、中高域から高域がちょっと押されている感じ。4から5キロあたりがもう少しあってもいいかなと聞いてみて思った。中域の減衰は最小限といった感じで、この帯域の再現性は高いと思う。3年ぐらい前の KZ だったらここはもっと落としてドンシャリだった。
次は ZA シリーズ3モデルの比較で、ミミーちゃんよろしく。はいはい。低域はやっぱり ZAS に寄せてきてるのね。2キロ以降では ZAX と ZAS の間を取ってるような出方みたいね。ZAX は ZAR に比べ低域が抑制されていること。2キロ以降の出方では一番落ち込みが少ないことからも ZAX の中高域から攻撃が強く明るく、聴覚上の一致。10キロ以上の部分では ZAR がガクンと落ちてるのがちょっと気になるわ。ドライバー構成と配置のことはさっき話した通りで ZAR は ZAS を継承している感じね。1キロ以降でのカーブの違いが結構面白いんだけど、見た目ほど音質の違いを感じないのよね。それぞれの山谷を平均化すると多分同じような数値になりそう。10曲ぐらいの聞き比べだと小さな違いはわかるけど、どちらが優位ということもなかったわ。上げるとすれば ZAR の方が若干サウンドステージが広く感じる。低域は ZAS の方が若干締まった感じ、ZAR はわずかに滲んじゃう感じがするぐらいかな。ZAS の質感と違うのはわかるんだけど、進化という感じはしないかな。バリエーションって言葉が当てはまりそう。ZAS 好きな人には受け入れられやすいでしょうね。次は最近のモデルで気になる HM20 との比較で愛よろしく。はい、頑張るよ。前半で触れましたが HM20 とは BA 構成は同じ。ダイナミックドライバーが違います。音量差を揃えた上での聞き比べでは1から3キロの出方の違いから HM20 の方がちょっと暗めに感じます。3キロ以降では HM20 の方が波形上は出ているんですけど、ここの差は感じなかったです。低域はサウンドチェックの波形も同様でしたが ZAR より若干強めに出ているようで、小型のダイナミックドライバーの実力なんでしょうね。全体的にはかなり似ていて、広域の出方の差がメインで HM20 をすでに持っていてもう少し広域が欲しい場合は ZAR の出番かもしれないですが、そのために1万円出して ZAR を買うなら EQ で1から3キロは補正した方がいいかも。 HM20 の小型のボディとデザインは魅力的ですし、最後にちょっとお向けて先日レビューした DQS との比較です。波形上では BA の ZAR より DQS の広域の方が明るいイメージです。聴覚上かなり似ている印象ですが BA の分 ZAR の方が締まって聞こえます。でもですよ、価格が5倍くらい違う割に聞こえ方の違いは小さい気がしました。 DQS のコスパがすごいんでしょうね、きっと。まとめると ZAS 好きな人には少し傾向の違う雰囲気が楽しめそう。 DQS と聞こえ方の違いは小さく DQS のコスパの良さが光る。 ZAX や ZAS が手元にあればさほど魅力には感じなさそう。 HM20 に比べ音量は取りやすく中高域もやや明るい印象だが、小型で魅力あるデザインの HM20 が総合的に優位に思える。 ZA シリーズの2023モデルとして買っておこうかなっていうのがありだし、 ZA シリーズ持ってないからこれから買うなら ZAR っていうのももちろんあり。ただ低域よりバランスを優先するなら ZAX の選択の方が幸せかも。なんというか一定レベルは保ってるんだけど、ニューモデルとしての突き抜け感みたいなものは感じないなぁというのが正直な感想です。ということで KZ、ZAR のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。